はい、こんにちは。今日はですね、プロクリエイトの使い方を紹介します。イラストレーターの方結構使ってらっしゃる方多いと思うんですけど、今日は初心者の方でも絵を描けるような Tips を解説しています。で、今回は色の塗り方と、あとレイヤーの使い方を紹介していて、私は色ごとにですね、レイヤーを分けて、たくさんレイヤーを作りながら絵を描いているんですけども、そうすることで後からポイントで修正ができるっていうデジタルアートのいいところを使って絵を描いています。で、今日はそのやり方とかもどんどん紹介していきます。はい、ではプロクリエイト立ち上げていきます。右上のプラスボタンからスクリーンサイズを選んでください。これ何でもいいんですけど、私はいつもスクリーンサイズを選んでいます。で、最初ハンバーガーの絵を描くので、ハンバーガーの絵を今回はトレースして描きます。スプリットビューで画面出して、ドラッグ&ドロップで配置してください。で、配置できたら、レイヤーを一つ上に追加してもらって、ハンバーガーの写真の、レイヤーは不透明度を、下げてください。で、先ほどの追加した上のレイヤーに、鉛筆のブラシでアウトラインを取っていきます。で、アウトライン完成したら写真のレイヤーを複製します。複製するのは左にスワイプしてもらうと複製っていうボタン出てくるので、それで複製してください。で、複製したレイヤーはですね、色の参照に使いたいので、どっか角にでも置いといてください。で、この後レイヤーをたくさん、追加していきます。でですね、ここから色ごとに、レイヤーに分けて塗っていくので、まず一番下のレイヤーのところにですね、バンズの色を塗っていきます。先ほど配置した画像の中から色を取ってもらって、塗っていきます。で、スポイトツールなんですけど、左のバーの中央に配置してます。私はここに設定してます。で、スポイトツールの設定のやり方はまた違う動画で載せるので、今回はちょっとごめんなさい、はしょります。で、次キャベツの色を塗っていくので、別レイヤーの部分を選択して、キャベツの色もどんどん塗っていきます。で、消しゴムツールなんですけど、新しい Apple Pencil だとダブルタップで消しゴムに切り替わります。で、ダブルタップで、ブラシに切り替わります。で、次トマトを塗っていきます。違うレイヤーを選択してもらって赤色で塗っていきます。先ほど塗ったキャベツのレイヤーの上に重ねて塗っちゃうと後でちょっと困ったことになるので、違うレイヤーを選択してもらうようにお願いします。で、トマト終わったらベーコンも塗っていきます。でですね、例えばここのベーコンの色を変えたいとするじゃないですか。そうしたらですね、左上の調整ボタンの中に色相サイド、明るさっていうところがあるので、そこを選択して、そのスライダーを動かすと選択されているレイヤーの部分の色味だけを変更することができます。で、これが色を分けてレイヤーを作っていた理由ですね。後から色調整したいってことが結構あるのでレイヤーは分けた方がいいです。で、最後ですね、チーズとパティかなの色を塗っていきます。で、全てのベースカラーが塗れたら次シャドウとハイライトを追加していきます。ベースの、バンズの上に2個レイヤーを追加してもらって、その上にシャドウ、その上に、ハイライトを乗っけていきます。で、今回ちょっと名前をつけます。いつもはつけないんですけど、ちょっと今回分かりやすいようにレイヤーに名前をつけてます。で、ベースの上にシャドウ、シャドウの上にハイライトです。で、このシャドウ
の、ブレンドモード、描画モードを13にしてください。で、ハイライトの、描画モードは、スクリーンですね。スクリーンにしてください。で、暗い色を取ってもらって、シャドウレイヤーのところにですね、色を、追加していきます。はい、で次ハイライトを塗っていきます。ハイライトのレイヤーを選択して、明るめの色をスポイトで取ってですね塗っていきます。筆をですねちょっと質感のある筆に変えてもらって塗ると結構本物感が出てきます。で次キャベツも同じようにですねシャドウとハイライトのレイヤーを追加してもらって、シャドウのレイヤーは13に、ハイライトのレイヤーはスクリーンのブレンドモードに変えてもらって塗っていきます。でさっきちょっと言い忘れてたんですけどここレイヤーをタップすると、マスクオグリップっていうのがあるのでここオンにしてください。でこれ何かっていうと、ベースカラーの上に色を塗ってもはみ出さないように塗ることができます。なので、全てのシャドウとハイライトのレイヤーはマスクオグリップを、選択しておいてください。はい、でここまで塗れたら最後床ですね。床とハンバーガーの接地面を塗っていきます。私はこういう時はソフトブラシっていう、ブラシをよく使います。でぼかしながら描くんですけど、ぼかす時はですねこの上の指のマーク、これぼかしツールですね。でこれを使いながらぼかしていくとすごいいい感じに描けるので、是非これは使ってください。はい、でここまでできたらほぼ完成ですね。で最後、全体的にハイライトとシャドウをつけてより立体感を出していきます。一番上にレイヤーを、1個追加してもらって、その描画モードをオーバーレイにしてください。でオーバーレイが何かっていうと、黒色で塗った部分に対して下のレイヤーの色がより濃くなって、で明るい色で塗るとより明るい色になります。ちょっと見せてみますね。でちょっと大げさに塗るんですけど、黒で塗るとその下のレイヤーがかなり色が濃くなりますよね。これがオーバーレイです。で反対に白色で塗るとですね、こうやってより鮮やかで、明るい色になります。でこれで最後トーン調節というか光の方向を意識しながらハイライトとシャドウをつけて完成になります。最終的にはこんな感じでたくさんレイヤーが、重なったような状態になります。
で、コツとしてはその色ごとに分けて、あとシャドウとかハイライトのレイヤーも別々に分けてあげると後で修正も効くし、より完成度の高い絵になります。で、今回はですね、写真をトレースして描いてるんですけども、まだ絵描けないっていう人は最初写真トレースから入っていけばいいかなと思います。だんだんやっていくと上手くなっていくので、写真トレースしなくても絵が描けるようになります。ではですね、今日は以上になります。またプロクリエイトのですね、動画どんどん上げていこうと思うので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ではご清聴ありがとうございました。